親愛なる皆様こんにちは、ダフョです。今回は箱すぎる筆箱、レンマのプエルタを紹介していきます。レンマさんは兵庫県神戸市に拠点を置くレザーブランドで、こだわりの革を使用した革小物を一つ一つ手作りで制作しています。お財布のマリスコやレクタ、あとはバルコペンケースなどが有名です。今回紹介するプエルタは今までの筆箱にありそうでなかったデザインで、特に文房具好きや革好きの方には刺さると思います。本題に入る前にこのペンケースを購入できるフリースピリッツさんについて軽く紹介していきます。フリースピリッツさんを一言で紹介すると、メンズ向けのセレクトショップです。レンマだけでなくいろんなレザーブランドのペンケースや財布、カバンなどを販売していて、公式サイトで商品を眺めるだけでも楽しめました。ビジネスマンや身の回りのアイテムにこだわりたいっていう方は知っておいて損はないと思います。販売はオンラインストアと実店舗の二刀流で、店舗は兵庫県の神戸と西宮、大阪、福岡に点在しています。今年の秋には金沢、京都、名古屋にも新しくオープンするそうなので、近くに住んでるっていう方はよかったら行ってみてください。概要欄に公式リンクを貼っているので、フリースピリッツについてもっと詳しく知りたい方はそっちもチェックしてみてください。今回はそんなフリースピリッツさんに提供していただいたんですけど、リアルな感想をお願いしますと言われているので、いいところも悪いところも包み隠さずにレビューしていきます。それでは改めて、こちらがレンマのプエルタです。フリースピリッツさんでのお値段は税込み8800円です。2024年の5月に新発売したペンケースで、今のところは持ってる人も比較的少ないと思います。カラーバリエーションはナポリ、コッチネーラ、ブラック、オリーバ、コニャック、グリージョ、ペトローリオ、タバコの計8色展開です。僕はペトローリオを選びました。素材はプエブロレザーがふんだんに使用されていて、障子みたいなザラッとした独特な質感を楽しめます。ブッテーロという革の表面にヤスリがけで細かい傷がつけてあるのがプエブロレザーの特徴なんですけど、自分が持ってる他のプエブロレザーと比べてみると、体感では特にヤスリがけが細かい印象でした。ペトローリオの青緑色も場所によって濃淡があって、ヤスリがけの細かさと相まってアブストラクト柄みたいな綺麗なグラデーションになっています。使い始めはこんな感じで鮮やかなんですけど、革なので年数が経つことに色が深く変化していきます。僕はたまたま2年経過したペトローリオの小物を別で持っていたんですけど、ほぼ新品のレザーと並べて比べてみるとかなり雰囲気変わってますよね。自分の2年使ったものは紫外線での色の変化が大きいので、若干緑みが強いんですけど、もっと使い込むと黒に近いブルーグリーングレーみたいな最初の鮮やかなブルーとは対照的な渋い色に変化していきます。それからこのヤスリがけ加工の傷も時間が経つにつれて消えて目立たなくなっていきます。毛布をイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですが、逆立っている毛が手で撫でると寝て平らになるイメージです。この傷の変化と色の変化をダブルで楽しめるので、プエブロレザーは他の革に比べて経年変化が早いと言われています。他のカラーもそれぞれ味のある表情に変化していくので、どのカラーを選んでも楽しめると思います。香りは革特有の濃厚な香りで形容しがたいんですけど、旅館に入った瞬間みたいな落ち着く香りです。公式サイトにレンマの特徴として厳選した最上級のレザーを使っていると書かれていたんですが、本当にその通りで大満足の質感でした。次にデザインと構造について紹介していきます。デザインで特徴的なのはやっぱりこの箱型ですよね。貼り合わせではなく1枚の革を内側に折り曲げて製作しているので、焼きたての食パンみたいなふっくら感のある見た目です。この辺とか歯ごたえ良さそうですよね。箱すぎる筆箱っていうことで一見シュールなんですが、1枚の革を正確に折り曲げたり、革の裏面を削って薄くする工程など、細部に職人さんのこだわりが光っているデザインでした。革のペンケースでここまで箱型のものは他にないと思うので、ペンケースで個性を出したい方には特におすすめです。中央には削り出しの真鍮ホックがついていて、パチッとはめ込むことでフラップを固定できます。結構硬めのホックなので、カバンの中で引っかかったりして勝手に外れてしまうっていうこともまずなさそうです。ちなみにこの真鍮ホックは同じくレンマのレクタやカホンにも使われています。海に浮かぶ無人島みたいで可愛いです。ユニークなデザインだったので、インテリアとして機上に飾っておくだけでも映えてくれると思います。ホックを外して段ボール箱みたいにフラップをパカパカめくると開けることができます。大きな2つのフラップには芯材が入っていたので、厚みがあって頑丈でした。なにこれ。
内装にはレンマのロゴ付きの革が入っていました。これ最初見た時は取れちゃいけないところが取れちゃったのかと思ったんですけど、こういう取り外せる仕様みたいです。これは靴でいう中敷きみたいな感じで、これを入れることでペンケースの強度が増すっていう役割があります。表はプエブロレザー、裏は柔らかい人工スエードになっていて、気分で雰囲気を変えて使用できるみたいです。ただこの中敷きはペンケースの端の出っ張りに引っ掛けただけなので、ペンを入れていればそこまで気にならないんですけど、たまに位置がずれてしまうのがちょっと気になりました。中敷きを外して革の床面のままで使用することもできるんですが、ペンケースの強度は中敷きありに比べたら落ちてしまいます。なので個人的には中敷きは貼り付けてほしかったなと思いました。床面はアイロンかけたての T シャツみたいにパリッとした質感で、触るとザラつきがあります。革の厚みは2ミリくらいでクッション性はないので、高級なペンを入れたいっていう方はペンシースなどで一段かましてから入れるのが良さそうです。個人的にはクッション性がもう少しあった方がペンケースの機能としては良かったのかなとは思うんですが、革らしさは床面むき出しのままの方が楽しめるので一長一短なのかなといった感じです。自分は持ってないんですが、レンマのバルコペンケースとかも同じように革の裏面がそのまま使われています。次に容量について紹介していきます。サイズは全長約18センチ、横幅約4センチ、高さは約 4.2 センチ、重量は約 75g でした。手に収まるサイズ感で筆箱の中ではコンパクトな部類です。公式サイトにはペンだけの場合は推奨本数10本と書かれていたので、直径 10mm 前後のペンを10本入れてみました。直径 10mm はペンの中では平均的な太さなんですけど、10本入れてみると結構ギリギリでホックも止めづらい印象です。横から見るとサザエさんのエンディングみたいになってしまいました。試しに中敷きを外して同じように10本入れてみたんですけど、多少の膨らみはあるものの、中敷きを外せば10本がぴったり入ってホックも止めやすかったです。サザエさん現象やホックの止めやすさを考慮するなら、個人的には中敷きありのペン9本が一番ベストに感じました。逆にペン5本だけみたいな少数精鋭にすると、ホックを止めるときに奥まで沈み込んで止めづらかったです。それらを踏まえて実用的な容量を考えるとしたら、ペン6、7本、消しゴム、シャーシンケース、定規ぐらいが使いやすいと思います。それから取り出しやすさなんですけど、構造上思ったより内装が狭いので、奥の方のペンは若干取り出しづらく感じました。使い込むと皮が柔らかくなって取り出しやすさとかホックの留めやすさとかも変わってくるかもしれないです。こちらのプエルタペンケース、ダフ的おすすめ度は星10個中星8つです。個性的でかなり良かったんですけど、気になったところもあったので最後にまとめていきます。まず良かったところは最上級のプエブロレザーを楽しめる、他にはない個性的なデザインと機能、コンパクトで持ち運びに便利、ちょうどいい収納力です。素材やデザインのこだわりなど趣味性が高いペンケースだったので、文房具好きの自分にとってはかなり魅力的に感じました。めちゃめちゃ大容量っていうわけでもないんですが、収納力も個人的にはちょうど良かったです。逆に気になったところとしては、中敷きを固定してほしかった。ペンをたくさん入れると奥の方のものが若干取り出しづらいところです。中敷きなしでも使っていけるんですが、圧がかかると型が崩れてしまうので、カバンとかに入れて持ち運ぶ際には中敷きがあった方がいいかなと思いました。これらのいいところ、気になったところを総合的に見て、文房具好きや革好きの方には特におすすめです。素材やデザインにこだわった筆箱を探してましたっていう方は買って損はないと思います。お値段が8800円で、筆箱の中ではかなりお高めなんですけど、個人的には値段相応のこだわりを感じられたので、妥当な価格設定かなと思っています。という感じで今回はレンマのプエルタを紹介してきたんですが、箱すぎる筆箱面白いじゃんと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。概要欄に購入リンクやフリースピリッツさんの情報をまとめているので、興味が湧いたっていう方はそっちもチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。はい、今こんな感じで筆箱の中身を考えてみました。シャーペンはペンテルのグラフセン4プロの 0.4mm、クラフト A の MP201 の、黒と白のアクリルのモデル、野原工芸のクワ、これは旧型の金具です。ボールペンは桜クラフトラボの001の、アルミのモデルです。多色ペンはラミーの2000、黒、赤、青、緑の油性ボールペンが使えます。蛍光ペンはパイロットのスポットライター2、インクの色はオレンジです。消しゴムはラダイトのザ・イレイサー、写真ケースはラダイトのディス・インダストリアルの
ターコイズとシルバーのグラデーションモデルを入れてます。定規は緑のアルミ&ウッド定規です。さっきペンの本数は6本か7本がおすすめって言ったんですけど、消しゴムが使い込んで小さくなったものだったら、この上のスペースに入れることができるので、その分メインのスペースにペンをあと2、3本ぐらい入れることができそうです。細めのペンだけとかだったら推奨本数の10本以上も入れることができるので、結構ペンの太さとか収納方法によって容量も変わってきそうだなと思いました。